こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ウィザーとまともに戦って干からびました。だいたい羽がないのに空飛ぶとかずるいですよ。牛乳持っていけばよかったのよ。で、残っていた実績はウィザーまで解除され、全実績解除まで冒険の時間とビーコンを残すのみです。ビーコン実績は全ての材料が揃ってるのでいつでも解除でき、すなわち実質冒険の時間を残すのみです。要するにキノコ島を残すのみね。のみということで、キノコ島探しに本腰入れます。さて地図の方はと言いますと、18枚少々を1キロ間隔で調べ、広い海洋バイオームは一つ見つかっています。まずはこの海洋からキノコ島を探し、見つからなければ地図19枚目以降に進んでいく、という感じです。なかったら先が長いわね。まあ前作で地図43枚中2カ所キノコ島があったので、現18枚の範囲に一つくらいはあるかと甘く考えています。今回は跳ねないように地図を慎重に取っていますが、そもそもなんでこんなところに地図貼ったのよ。さて、出発準備ができました。俊敏のポーションはこれだけあっても72分しか使えません。スタックできるようになってほしいです。船の移動でも俊敏の効果出るのかしら。多分出るんじゃないかな。ではキノコ島探しに出発です。ドーピングで足の速さパワーアップです。より穴に落ちやすいというわけね。今回の探索のほとんどは海なので落下し心配いらず、気楽なものです。さて、拠点のある地図1枚目を抜けました。今持参している5つの地図は、配置通りにインベントリに並べています。で、一つ東の地図5枚目に持ち替えです。この地図が最も海洋が広がってそうね。万一仮にキノコ島があるとしたらここかしら。いやこれはそう思わせておいて実は遠くにあるパターンです。こんな見えすいた手に引っかからず遠方から探索します。さて地図5枚目は北の端を通り抜け、ここから北に向かいます。でももしキノコ島が近場にあったなら、遠方からの探索では時間ロスするわよ。拠点からすぐ近くにキノコ島があるわけないじゃないですか。さてまずは地図12枚目の海洋を埋めましたがキノコ島なかったです。少し海洋の埋め残し広いわね。キノコ島もそこそこ広さありますから大丈夫。東の13枚目に進みます。そして13枚目、広い海洋の一続きとなっていた南西側の海洋には、キノコ島なかったです。すぐ南の地図6枚目に持ち替えてみましたが、ここ、広い海洋の端っこの端っこです。どうやら裏の裏を行かれたようで、やっぱりキノコ島は地図5枚目にあるようです。拠点の近くにはないんじゃなかったの？さて念のため12枚目の先ほどの埋め残しを埋めていますが、やっぱりないです。まさかの東大元暮らしと思いましたが、どうやらキノコ島の場所は地図5枚目で確定です。よく考えてみたら、さすがの私もこの企画ではバイオーム運良いんですよね。メサだってわずか18枚目で見つけてるし。あら大変急に雲行きが怪しくなってきたわ。さて、拠点すぐ東の5枚目に持ち替えです。まあさすがに、この地図内の遠目のところでしょうねって魚海底遺跡とか。そして2分後、また海底遺跡を見つけてしまいました。そういえば海底遺跡のガーディアンの攻撃力をウィキで見てみたのですが、エンダーマンとほぼ同等のようです。エルダーガーディアンでもウィザースケルトンよりちょっとしたくらい。透明かポーション使うか悩んでたのですが、今のエンチャント防具ならなしで案外いけそうな気がします。そしてその3分後、この地図3つ目の海底遺跡です。多いわね。マイクラが全力で私の探索を邪魔している、つまりここにキノコ島があるんです。その割には暗雲が立ち込めたままよ。大丈夫です。長い間停滞してた暗雲もどうやらここまでのようです。
晴れ晴れとした未来が私を待っています。未探索エリアが残り少ないわね。南西側を埋めてるところで、ついに船の寿命がつきました。今十分速度落としたと思うので、多分ラグさんの仕業の座標ずれです。もう諦めろというラグさんの優しい心配りね。正直、うすうす。すでに地図中央しか可能性が残ってません。そして4分後、この地図4つ目の海底遺跡を見つけました。これはもう、キノコ島を後回しで海底遺跡を攻略する運命なのね。いえ、それが、そんなことなかったです。リスポーン拠点から直線距離で、わずか 1.3 キロのところでキノコ島発見です。拠点からこんな近くにキノコ島があるなんてこと、いくらなんでも想像できないですよ。全力で理性で先入観抱いてました。実績はご覧の通りで冒険の時間とビーコンのみ残ってます。この瞬間に事実上、全実績解除の旅は終わりました。さて上陸する前に、まずはキノコ島をぐるっと回って全貌を確認します。これでもまだ近いのか。さて、前作とはキノコ島の色が違いますね。すっごくわかりやすい色になっている。では、冒険の時間の残り2つを踏破してしまいます。もったいつけるわね。長丁場でしたから、せっかくなので一歩ずつ、上陸した瞬間に冒険の時間が解除されるようにしたいです。もう、キノコ島海辺バイオームを踏破しました。バイオーム表はいよいよ次がラストです。少しドキドキします。不具合のないバージョンでの冒険の時間解除は初めてなんですよね。さて、では最後の一歩。何そのフライング。なんで上陸する前に解除されるんですか？空気読まれたわね。もうなんかスペースキーをし続けるのが面倒なので上陸します。前作では上陸で解除できたのに、さっさと禁止ブロック採取して撤退です。まあでもこのキノコ島、拠点から近い上に海底遺跡のすぐ脇にあって、海底遺跡攻略の拠点作るのにはいいですね。そういえばキノコ島ならモブが湧かないわね。いちいち昼にしなくてもいいわけね。海底から上がり際に夜になってても安心です。ところでなんで牛乳今更取ったのよ。ウィザー戦で干からびた反省です。さて、企画目標である入手対象ブロックでは、シルクタッチがいるのは禁止ブロックが多分最後です。いよいよ残り少なくなってきたわね。さてきちんと入手できているか、大丈夫でした。さて拠点付近まで戻ってきました。キノコ島までの船ルートだと実績解除にご協力いただいた豚の島に到着となります。で、ここちょうど、地下から湖底にある粘土を採取した場所ですね。ちょっと懐かしいです。湖底なの？海っぽいけど。湿地バイオームなので湖、と思ってます。さて地図を貼り直しました。俊敏ポーションの水色渦巻きが何気に邪魔です。現在地の拠点がここで、これがキノコ島です。ちなみに要塞はここでした。こうして見るとほんと近いわね。さてアイテム整理も終わりお楽しみタイムです。今回塔に積むのは金糸と、金糸のために残してた茶色の色付きガラスです。これまでに塔に積んだブロックは、136種類の3ページ構成です。さて塔の高さは、頂上まで登って1分かかる高さまで成長しました。8倍速でもこんな感じです。天空人って高さが怖くないんでしょうか？だいたいどのお話見ても天空人は落ちるわね。さて草ブロック同様に、金糸の上にガラスブロック置けば枯れないらしいですが。Y 座標143の世界です。次にここに来るのは海底遺跡のブロック全部入手した時ですね。2段下にツルを這わせるのがちょっと狙いにくい。よっと。さて、今は経験値が7しかないのを幸いに、久々に拠点まで直行ルートで帰還します。あら、死ぬ覚悟があるのね。ただこれ、ツルに触れると止まってしまうので案外難しいんです。
とまあこんな感じで。しかも今は最先端がガラスなのでリテイクができないわけで。ダメじゃないの。まあいいや。直行ルートで拠点に帰れればいいです。やっぱ早い。普通に下ったら1分ですよ。もし死んでもどの道拠点に戻れるのが利点ね。さて今回はここまでで、次回は初見の海底遺跡攻略です。攻略が終わればブロックを塔に積んで、そしてビーコンピラミッド建設とビーコン起動で企画達成ですから、この企画ももう数話で終わります。案外早かったわね。キノコ島があっさり見つかったおかげという感じです。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。